2023年5月、ゴールデンウィーク恒例となった関東の大型大会がこの年も開催されることになった。そこでは毎年関東の強豪プレイヤーはもちろん、日本の各地域からも強豪が集まり、実質的に日本一が争われる大会となっていた。しかし2023年に開かれたかがり火10は日本一を決める以上の意味を持つ大会となった。それはアコーラ、ミーヤー、ザクレイ、ティー、ケンといった過去のかがり火優勝者をはじめとした日本トッププレイヤーのみならず、ダバズ、ゾンバ、リドルズ、コスモスといった世界上位勢、そしてこの頃には世界一のプレイヤーとの呼び声も高かったスパーゴモがこの大会に参戦したからだ。こうして10回目の開催となった記念すべきかがり火は、世界一を争う大会といっても過言ではない。日本で過去に開かれた全ての大会の中でも最も大きな注目を集める大会となったのだった。空中攻撃も撃墜至らない。うわなんか避けてる。よく S 足を受けた。最後両関節つけてました。はい、勝った位置ってのはすごい重要ですよね。そうですね。ウエストラッシュ、うわー飛ぶ。これで撃墜している。ベルが怖いか。下くしますね。これはどうだね。口前撃墜は届いたー。よくなった頭 P 大輔選手のベネッタ。しっかりと引きずる横スマッシュ。LI が勝ち切った。光うわギリギリ九死に一生シュート。上にもところきれが撃墜。矢浦選手のサムスには撃墜選択肢があまたあります。かいくぐりながらですが分からない展開を作り出した。是が非でも取りたいお互い。空中しろ撃墜。いや、3-0ですか。確かにそんななんとか生きて帰りたい。空中しろ撃墜だー。素晴らしい。さあ下今日ヒットからのここはジャストシールドを織り交ぜて割り込んできます。さあコーラ横スマッシュ。嘘だー。首を振るアコーラ。2分はタイムアップちょっと厳しそうですね。45番さん、これもうワンタッチですもんね。もはや 100%。逆転の壁を許さず空中白で撃墜。いやー、多段技で上スマッシュ。さあやってまいりました。 49.1% のビハインド抱えてフルセット1対1。ラストストック同士の心と心の戦いだ。削り合いだ。ダッシュ攻撃、これは後ろ投げ展開作ってフック差し空中前。まだこれは撃墜。ザバズ選手が執念の空前。さあ見ていきましょう。勝者側トップ8アコーラ対吉田だ。お願いします。お願いします。 83% 対 67%。クエルはしっかり上りは拾う。上りはダメだよとうまく見ている。見ているぞ。吉田は見ている。ダッシュ攻撃飛びに対して差し返して 83%、 107%。横スマッシュ差し返した今日のザクレイは余裕があるぞ。はい、ピット対クッパ見ていきましょう。うわいって絶対遠く打ちしろ。あっと完いう間に全コブ状況はイーブン。あーこれ出なかった。いや、あえて待ちましたが、あえて最大のために待ちました。クエルギリギリ耐えている。さあ最後の攻防、これが最後です。これが最後。拾った。クエルから拾って差し返し空中へ。これはもちろん撃墜はしない。クエ今の通っていれば数ドット数フレームのやり取り。
空中でめくり回避通してはいたが、何で撃墜狙っているお互い。終点は狭いぞ。横 B でも撃墜はする。ジャストシュート、足りない。耐えている。まだ耐えている。上京勝った上京、空中へ確定している。撃墜している。上京攻撃、ザクレイ拾い切った瀬戸際ギリギリのやり取りを制して、ザクレイウィナーズファイナル進出です。ゼータディビジョンアコーラスチーム、対面するはデトネーションフォーカスビーツアークレイ選手、初めて参りました。さあ空中ニュートラルから崖外に追いやって復帰状況、回避上がりで横強攻撃、カスタあたりで展開築だが、ここでトルコ倒す。最後の鉄ツールどこで切る。弓矢から指一つ回避、針の穴に糸を通した。ダッシュ攻撃、ダッシュして上スマッシュ。今の状況でシールドで我慢できる男がこの世界のどこにいるんだ。まあちょっと空いた期間でスティーブの対策ができていなかったりとか、アコーラ・ミーヤの、海外での快進撃とか大会での戦績とかを見て、あそこがやっぱさすがに強すぎて、今の自分のレベルではまだあそこには到達してないのかなとも思いつつ、ピットへのキャラ替えをして、そうだな、ピットっていうキャラがね、正直自分が好きで使い始めて、どこまで勝てるかっていうのが、正直あんま分かってない状態でやってた大会で結構2連続、9も10もうまくいったんで、かなり嬉しかったですね。2フレーム差のやり取り、ソーラバ回避に対して苦した駆け上がり、回り通して上京ですが動かない。地上攻撃を待ってのやり取りですが、空中へ取って着地狩り、ブロック挟んでダッシュ攻撃、今度は通った。ザクレさんのロボットを見て、なんかロボットちょっと使ったぐらいだったし、なんか上の人みたいな感じだったから、すごい当たるとどうなるんだろうとは思ってたけど、やっぱすごい絶対緊張するだろうし、タイピットとかもちょっと分かってなかったから難しいなって。ピットはもちろん強いキャラクターだとは思ってたけど、そんなに使いこなせるプレイヤーとかもいなかったと思うから、だからなんでそんなに勝てるんだろうみたいなっていうので、一回やってみたいなって思ってたけど、タイミングが合わなくて、いつも一発当てて崖展開だ。ブロックも密着状況にあるぞ。なんとか多段ジャンプ、さらには衛星ガーディアンズカーテン安定を駆使して作るふりをジャストシュートだ。引きつけてからと頑張れ。前ダッシュシールドを掴んでいる。場外に追い出してフックとして高めに飛んで多段ジャンプ、待ち構える天使はね、上スマッシュで固めきったといやー、ブロックさえ壊せれば足首が強いですね。そうですね。ブロック重ねられていく。中城ピンポイントで時間で捉えた。さあ一撃どこで決める。エルカイ着地にクリスタ、ここは空気からブロック起き上がりよかったわ。今のはコーラさんの選択肢、今のはコーラさんの選択肢、神だったんですよありね。えなさすぎる。これが
4年経った大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルの頂点の姿。フルセット、泣いても笑ってもこれが最終戦だ。このストックで作って出し攻撃決定打を持ち込んできた。空中城シルやりスコットが乗りっぱなしから間合いを詰める。差し合いの土俵にトロッコを使ってアンコール選手がやってきたぞ。大上ダウン確認して空中前、ブローカーさんだ。やり取りもう何度目かわからないこの読み合い。ここは捕まえて上スマッシュ。布石のように打たれていた地上のブロックがトロッコのつかみ判定をそのまま残しました。怖いが N 回避通して上強から空中しろ。つなげて崖だ。多段ジャンプ活用から、いやうまいですね、あそこ飛ばせるのうまい。戻ってきた。空中前に取られて崖、トロッコ乗りっぱでステージ中央陣取る。中央の守護神押しのけられるかとくれ。回避横飛ばし、また回復が赤なとこで撃墜。まあでも、一番はすごい楽しもうっていう感じだったから、実際その試合内容もなんかすごいいいとこを出してみたいな。で4試合目の二流横綱とかもすごいザクレさんのその読み合いの強さとかもすごい出て、で最終的に勝つこともできてみたいな、ザクレアコーラっていうマッチの面白さはあったんじゃないかなって客観視としてありましたね。すごい。ほぼ勝てないかなと思ってた中で、ちょっとスティーブの対策が甘すぎて、今でこそ多少積んだんですけど、あの時はちょっとね、ほぼ勝てんかなとも思いつつも、その日の調子も良かったし、結構流れでワンチャンぐらいの気持ちで結構当たって砕けを精神でやってましたね、正直。それがうまく刺さって割といい勝負はしたんですけど、負けちゃいましたね、言って。明らかに絶対に詰めなんですが、最後はブレイズレッド、そこで置く判断素晴らしい。空中した上スマッシュ、そして今度は上からなんですね。空中した5枚これがとどめ。つなげるかこのラストバトン。空中しろ朝場外、この読み合いを1回ダッシュ攻撃。うまいすぎる。逃げ先は崖しかない。お前が一番強い。読み通せ。さあ気づけばリミットゲージも限界超えた。強撃すべてした。さあダイヤまであと少し。差し合いに一度勝利は求められるでしょう。グラチャンからキックしたエル回避まで引きつける。からところ存在判定を生かしたガンダ締め掛け、その曲がりに横強。着手から画量が見えたので、今のカナダ判断は神ですね。そうですね、N 回避を切っていたら死が見えていた状況でした。空中シロンチンコンテラスが空中シロンまでリードを守りきったコーナー一本取り返す。マルコが一つで空気から読めるがよりやり過ごしてプレッシャーが空中前攻撃。残りわずかだ。武器として強切りで撃墜。
最初からかかる本当の最終決戦ゼータディビジョンアコーラメイズクラスバーゴー申し訳ないですが空中城でトロッコシーで勝った戻ってくれるかエリトラ捉えた空中城おおなんだこのファイターコールはなんだこのスーツの男はやってきたぞアコーラカズヤ以前このカードにおいてもリーチ差という課題はどうしても決まっております亀の強切り撃墜を取った流れが完全にスマグに掌握されている今リミットの力勝負になるんででかいですね。おおでただ攻撃の強切りを耐えて崖に追いやったぞ掴みに空中しろジャンプ用積みを通してフークス消去崖を包まって回転に通したがスカシ着地プレッシャーの活用方法十全に把握して着地狩りの空中へ早いですね、とにかく。この男何事にも動じないゲーム3ステージオローバスティオン上スマッシュ前出しを捉えた着地どうするか空中へ着地狩り急降下を一度も切れないジャンプが潰れているがリミットブレイククライマースなどがある絶妙なコントロールで崖を捕まってやり過ごしますがなんと犬回避の後の完成選択なんと見事なんでしょう空中消去一点窮地回避上がりも通る透かし競技に固めから回避強振2段ジャンプ暗中の地がどこにもないが空中城を通してここではこの年間の展開だが空中城危ねえ回避はどうだ空中を通せ着地にここで仕留めろL 回避通せ着地が弱い上強攻撃着地狩り移動回避いや、いい試験の読み合い一します。旦タイムであったが空中しろ地面下でも空中まで空中ニュートラル撃墜大乱闘スマッシュブラザーズトーナメントシーン過去の全てのトーナメントそれら全て乗り越えて文句一つもつけることなく完全優勝を果たしたのはフェイズクランスパード選手おめでとうございます僕が言うのはなんだけど宿敵的な感じかなって思ってる、自分がトーナメントで当たるたびに負けてはいるけどやっぱりなんだかんだ言いつつ食らいつけそうな感じもあってあと2歩、3歩1歩とかいうのがやっぱ足りないから勝ててないっていうのは、自分のトーナメントの経験もそうだしそういうのでスパーゴは上を行ってるから負けてるんだろうなっていうのをすごい痛感させられる相手で常にそのスパーゴに勝てるようなパフォーマンスができるようになりたいっていうのがその今のトーナメントの目標でもあると思うんでやっぱ本当に宿敵として見てるかなって思います。この象徴的な大会の後も新たなストーリーは生まれていく。続くかがり火11ではミーヤーがアコーラを破り悲願の優勝インタビューで観客に向かって放った言葉は多くの人に強いインパクトを与えた。お前らスマメント打ち込めさらに翌年の梅ブラ SP10 ではアコーラがミーヤーにリベンジを果たし日本一の座を奪還。若いプレイヤーが続々と台頭しかつて海外の強豪に挑む立場だった日本の競技シーンは今や世界の中心地へと変化を遂げた。そんな今に至るまでの道のりは長い間コミュニティが培ってきた歴史と情熱が生み出してきたものだと言えるだろう。これからのスマブラコミュニティがどのような歩みを見せていくのか、物語は世代を超え国を超えこれからも続いていく。